先日こちらのApple のスタジオディスプレイを導入したという動画を出しました。でそれまで使っていたモニターを外してこのスタジオディスプレイ1台でメインでやっていこうとした矢先なんですよね。今ご覧いただいて分かる通りですね、ディスプレイが2台になっております。以前まで使っていたこのファーウェイのメイトビューを隣に置き始めたということなんですね。改めてご紹介したいと思います。こちらが Apple のスタジオディスプレイ、最近登場した新モデルではなく2022年に発売された4年前の1個前のモデルですね。とはいえ僕の用途ではもう全然ことが足りているというか、最新モデルとの違いもそんなに自分にとっては影響が大きくなかったので、ただでさえ高級なディスプレイできるだけ安く抑えようということでこちらの中古に落ち着きました。いやもうね本当に気に入っていて、何よりもこの5K のレティナディスプレイめちゃくちゃ綺麗ですね。ディスプレイの明るさはもうその状況に合わせて光量に合わせて調整してくれるので、反射で文字が見えないみたいなこともないんですね。ナノテクスチャーのディスプレイをね悩まれる方もいらっしゃると思うんですけど、僕はね通常モデルでも全く問題ないなと思いましたし、あと聞いたところによるとナノテクスチャーのモデルはメンテナンスがちょっと大変なんですよね。何か画面を拭くときにアップル信者の布ってあるじゃないですか、あれね、あれで拭かないとめちゃくちゃ毛がつくんですって。普通の布で拭いたら一発でアウトになるらしいので、そういった後のことを考えるといよいよ通常モデルで良かったなと思います。でそんなディスプレイをメインに据え置きながらもう一回呼び戻したのがこちらのファーウェイのメイトビューです。こちらもですねもともとは中古で購入したもので、今はもう、販売終了、生産終了になっているものになります。見た目がねとにかくいいんですよ。3、4年前に購入してからずっとメインディスプレイとして使っていたものなんですが、やっぱりねこれもスタジオディスプレイと同様にディスプレイとしてのこのフォルムの美しさっていうところに惹かれました。でなんならスタジオディスプレイよりもベゼルが薄くて本体も薄いで、ディスプレイの広さも実はここにちょっとした差があるのをお気づきになるでしょうか。若干ねこのメイトビューの方が、正方形に近い比率をしているんですね。だからサイズが若干違うんですよ。これによって縦の領域がより広く表示することができるということで、スタジオディスプレイのだいたい3分の1くらいの値段だったんですけど、スタジオディスプレイをむしろ上回っているような部分も何点かあるというところで、非常に気に入っていたディスプレイでした。でなのでちょっと申し訳ないんですが、今僕が使っているこのディスプレイ2つのセットアップは中古じゃないと実現ができないと思います。ご了承ください。ただ同じように27インチくらいのディスプレイを2つ置くっていうのはね、これからの時代にスタンダードになるんじゃないかなというふうにも感じ始めました。これが僕がせっかくスタジオディスプレイを購入したのにまたメイトビューを呼び戻した理由ではあるんですが、 AI ですね。ここ数日数週間が特に変化が激しくて、もういろんな会社からいろんなサービスが登場したり、常識がもう1週間レベルで変わっていたりというような、特に波の強いタイミングに来ているなというのをすごく感じます。感じますか？どうですか？ AI をね駆使している方と喋ると結構その匂いは強くなりますね。なので、この画面もですね、簡単に言えば AI 用なんですよ。実際ですね、僕も AI に何かをしてもらいながら自分が別の作業に没頭するというようなタイミングがかなり増えています。カフェとかでもね結構やるんですけど、要は前の動画でもご紹介したクロードですよね。そのコワークという AI エージェントのツールにいろんな指示を出して何かやってもらっている間に自分は別の仕事をするというような、ダブルで本当に2人がかりで仕事をするという場面が増えています。このコワークと一緒に最近ですねタスク管理アプリを作っていました。世の中になかなか理想的なタスク管理ツールがないんですよ。いろんなもの試してきたけどやっぱりないなというのが僕の結論で、もう作ってしまえというのでコワークと一緒にコツコツ開発を進めていたんですが、ウェブアプリとしてようやく成立するような状態になって、もう今
このパソコン上で本当にね、もう自分が理想的な状態が仕上がりましたね。これスマホでも入力とか確認ができて、内容は同期されます。需要があればまた別の動画でご紹介したいと思いますが、こんなものがエンジニアでもない僕でももう喋ってるだけで作れてしまうわけですよ。僕はコードを1行も書いていません。でこれもそのコワークの処理を待っている間に自分で別の仕事をしていながら、もうなんだろう、ネットフリックスで映画見ながらアプリ1個作れましたみたいな現実なんですよね。もうでその際にやっぱりモニター1台だと限界が来ているっていうのが正直なところです。 AI がやってる作業を見て、で自分の作業を振り返って、でまた AI のところに戻って指示を出して、でまた自分に戻ってっていうような結構な同時並行マルチタスクになっている中で、画面の数がもうストレスに直結するようになりました。なんかね、感覚としては同じパソコンを 2,3 人で使っている感覚に近いんですよね。本当にそりゃ足りないってなりますよね。いやちょっと今使ってる、いや一瞬だけ貸して、いやみたいな状況で、モバイルディスプレイを当初は検討していました。ただこれも遅かれ早かれ限界は来るだろうなというのが見えた形ですね。最近ですね、パワープレキシティから発表されたパーソナルコンピューターという、AI エージェントのサービスがあります。もう自分はいじらない AI 用のパソコンを1台与えて、そのパソコンの中をこのパーソナルコンピューターっていうサービスがもう縦横無尽に動き回って、勝手にいろんなことを24時間動き続けるというようなツールです。だから自分が寝ている間にも勝手に仕事を進めてくれるんですね。しかもパソコンの全権限を与えているので、言ってしまえばほぼ全ての動作ができるようになるはずです。現状でもですね、オープンクローというサービスがあって、似たようなことはできるんですけど、それのより安全性が高く、法人でも使うことが検討されるようなツールとして、結構ね注目を集めていて、そうだから今回の話は AI のためにディスプレイを1台増やすっていう話ではあるんですけど、ゆくゆくは AI のためにパソコンも1台増やさなければいけない状況になるんだろうなということは予感しています。そういうことなんですよ。もうこのデスクを自分一人で使う時代が終わってきてるんですよね。2人で使うのに片方の人にはモバイルディスプレイで我慢してっていうのも、ちょっと酷というか、シンプルに作業の生産性に直結しますよね。チャットだけ表示するならね全然それでいいんですけど、アプリとかいろんなものをマルチに使ってもらうためには、でその状況をちゃんと把握するためには、人間と同じくらいの画面のサイズが必要なんじゃないかなというふうに思っています。でもっと言うとですね、トリプルディスプレイが一番便利ですMacBook の画面も駆使するということですね。メインの自分の作業をこのスタジオディスプレイ、そして AI 用の作業をこのメイトビューで、自分のサブディスプレイとしてこの、MacBook の画面を使うという感じですね。例えば僕の場合はここにコミュニケーションツールを置くと、Slack、LINE、Discord あたりですかねとか、あとはここで今 Google Chrome と Notion を表示しているんですが、動画編集アプリ DaVinci Resolve とか、あとは画像編集とかね、あと Figma っていうデザインツールとか、もう画面の数で勝負が決まってくるような、そんな状況になってきています。ちなみにウルトラワイドディスプレイはどうですかという話もあると思います。非常に鋭いと思います。ただやっぱりそれの限界もあるだろうなと思っていて、1個はまず、解像度ですね。4K2 つ、これは 5K ですけど、そのくらいのクオリティのものを並べないと、4は自分で使うのはこっちだけなんですよ。2人で使うのにウルトラワイドを2分割した片側だけ使いますっていうのは、多分ね、特に僕とかは動画とか画像とかある程度画質の高さが求められる環境にはあるので、ちょっとね使いにくくはなってくるっていうところで、もう一つこれが一番大きいんですが、やっぱり自分用と AI 用で作業を分けられるっていうところですね。ウィンドウをディスプレイそれぞれで切り替えられるので、もう完全に別のものとして分担ができるんですよ。これがウルトラワイドディスプレイだとちょっと使い勝手に限界があるので、この点はできれば 4K 以上のディスプレイ2つを並べたいなと思っているところです。そのわけで、スタジオディスプレイを迎えてだいたい2日目か3日目ぐらいに、さっきの話が、自分の中でちょっと疑問というか、ふつふつと浮かんできまして、ファーウェイのメイトビューを戻しました。でね、そしたら問題がねたくさん起きたんですよ、本当に。なので1個はモニターも必要だなという状況になってます。
というのも、画面2つを並べて真ん中に座っても端までは目で追い切れないんですよ。なので結局このモニターを傾けてちょっと斜めにする、コックピットみたいな体勢にする必要があるんですね。そうするとこのスタンド型のディスプレイだとちょっとね難易度が高い。そしてそれに干渉するのがこのデスクシェルフプレダクツのダッシュボードですね。ちょっとね今このスタンド型のディスプレイ2つを並べるにはこのダッシュボードは邪魔ではある。アクセス性はまだあるんですけど、横幅120センチがもうほぼ全て上がディスプレイで埋まりました。なので上に何も置けないですね。なんかインテリア性とみたいな話ではなくなっちゃったっていう感じで、あとこれ致命的なのがもう一つあって、僕が使ってるのがこの M3 の MacBook Air です。これトリプルディスプレイに対応してないんですよ。結構やばいそうだから今メイトビューがついてないのはつけてないんじゃなくてつけられないんですね。この状態、閉じた状態であれば、ここに2つ使えるんですよ。ただ、開けるとこんな感じ。もうこの2つにしかつかないんですね。これはもう技術的な限界で、M3MacBook Air なんなら M4MacBook Air まではこのトリプルディスプレイに対応していません。基本的には全て2画面が限界になっています。で、3月最近ですね発表された M5MacBook Air ならこれをクリアするんですね。買えってことか。スタジオディスプレイ買ったばっかなんですよ。で、さっき言った通り AI 用の Mac mini も買おうとしてたんですね。でも MacBook もアップデートしなきゃ、理想的なセットアップには近づかないと。お金ですね。お金、本当にお金。そんなわけで今割と僕は岐路に立たされているというのが本音です。ディスプレイを2つにして個人的なインテリア性みたいなものをどこまで犠牲にするか、犠牲にせずに済む方法はないのか、そして Mac mini とか M5MacBook Air とかマシンそのもののアップデート買い足しも必要だよねとか、終わらないですね。で、それぞれなんとなく今のところの僕の考えは、まずこの2画面をどう成立させるかという点ですが、さっき言ったようにモニターアームを導入することが結構マストだなと思っています。ただ僕が今持っているこの2つのディスプレイは残念ながらモニターアームに対応していないんですよね。なのでまたディスプレイを買わなきゃいけなくなるけど、見た目のためにはしょうがないかなというところがあります。そして、マシンも買い足さなきゃいけないよねという話なんですが、これは、先ほど話した AI エージェントのツールがもういよいよ出るなというタイミングまでには買い揃えたいなと思っています。もう本当に、これは全然煽るとか誇張とか抜きで、AI のためにどれだけマシンを買い揃えてあげられるかで生産性みたいなところが変わってきちゃう、もうフェーズについに入ってしまったなというところです。ある種弱肉強食的ではあるんですが、でもしょうがないですよね。ベットできるかどうかかなというふうにも思っています。で、あとそうだ、ストレージもね多分必要になってくるんですよ。買わなきゃいけないのかな。いやー困ったという本当に結論のないデスク環境に関する僕の直近の悩みというお話でした。いやー難しいですねこれは本当に。現状一旦はもう使えないので、そもそも今メイトビュー接続してもつかないので、この M3MacBook Air を使ったベストなデスク環境っていうのはとりあえず先に構築しようと思っています。これは動画でも紹介したいですし、もともと考えていたセットアップみたいなところには一旦行き着こうと思いますが、多分かなり、流動性の激しいデスクに今年とか来年あたりはなっていくんじゃないのかなと思うので、僕が実験台になりますんで、やっぱりパソコン2台いりませんでしたとかディスプレイ2台いりませんでしたみたいなことなら僕がご報告するので、ぜひそちらの継続的な検証も見ていただけると嬉しいです。ということで、このチャンネルでは他にもライフスタイルやガジェットに関する様々な動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。